ばー。皆さん、こんにちは。そうです。ご機嫌いかがですか？過呼吸女子のエピソード3となりました。今日はですね、自分との約束を守るについてお話ししたいと思います。はい。ですがね、今日はちょっと美容中でして、もうちょっと経ったら、パック取りますんで、ご了承ください。今日ほんと仕事終わりでね、もうお風呂の中で、考えてたの。もうどうせ撮影するときに私は、準備っていうか、撮影しますよっていうモードにならない限り、撮影できない人なんですよ。だから、髪の毛洗ってるときに、どうせ撮影するんだったら、お風呂上がりで撮影すればいいんじゃねって思って、ちょっとリアリティを見せるついでに、ちょっと美容もしてって感じで。このパックすっごい、美容液入っててびっくりした。名前忘れたけど。でも、はい。ちょっともう外す時間なんで、ちょっと取りに行くんで、少々お待ちください。改めまして、皆さんこんばんは。こんにちは。はい。では、パック取りまして、もう肌がもう、ピチピチって感じの、もう、ピチピチって言うんかな。もう本当に、この美容液ほんとすごくて、パッケージ残してるんだけど、ちょっと見せるね。有名ブランドかわからないんですけど、レッツスキンっていう、これなんですよ。このパックを使ってて、ブラックパールと GF エセンスマスクっていうやつなんだけど、友達とかからもらったと思うんですけど、本当に良かったです。はい。では、自分との約束についてお話ししたいと思います。自分との約束守ってますか？はい。大事ですよね。人との約束をよく聞くんですけど、自分との約束を守るのって、人との約束を守るより大事だと思ってます。との約束は人間関係を作るために必要なものとなるんですけど、同じく自分との約束は、自分との関係を作る、立て直す大事な部分になるのかなと思ってます。結局、自分との約束を守らないと、ついつい、自分でやりたくないこととかやってしまいますし、思いがけない、この辛い経験とかしてしまうことがあるんですよ。自分との約束を守るっていうのが、本当にここ数年大事だなってのをすごく思ってるし、このプロジェクトもそうなんですけど、私はポルトガル語のチャンネルの方を優先として大事にしないといけないんですけど、自分の中で今年は始まって唯一ちゃんと作った目標が過呼吸女子なんですね。前も結構この日本語でプロジェクトをしてきたんですけど、やはり気持ちがどっか行ってたりとか、計画性がなかったりとか、やっぱりこの自分との約束を守るためには、何かしらの努力が必要なわけよ。そういう小さな約束を、今回大きなプロジェクト、自分の中ではね、大きなプロジェクトなんですけど、小さいところからやっぱり大事だなっていうのをすごく学んできた数年間だったんですよ。私は自分より他人を優先する傾向性があって、友情関係もそうだし、親との関係もそうだし、恋人とかとそうだし、ある意味私恋愛モンスターっていうのが判断になったみたいで、すごく恋愛モンスターなんですよ。もう自分より尽くしてしまう傾向性があるんですけど、自分を置いて人に尽くしちゃうっていう傾向があるんですよね。だから、そういった小さなこの約束が一番大事になってきていると思ってて、自分との約束を守るっていうのは、やっぱり、なんていうんかな、自分を見捨てないっていうところにもつながるのかなって思うんですよ。結構、私は自分の目標とかやりたいこととか、バーってめっちゃみんなに言うわけよ。結構
こう言わずにコツコツ頑張る人っていうのもいるし、言ったら成功ならないとか、言ったらできなくなっちゃうっていうことがあるんですけど、私はこういうプロジェクトやりたいんだよって友達にも言うし、このところ行くために頑張ってるの、引っ越しするために頑張ってんのよ、みたいな。もう、場っていう人なんですよね。だから、言わないっていうのが私にはなくて、だから目標は言うべきだと思うし、でもその目標を達成するためには、ただ、ただ言うだけではなくて、行動にも移さなきゃいけないっていうのもあるし、でもどうやって自分との約束を守るんだろうっていうのが、もう4年かな。少しずつ、考えるようになってきて、この2000年、2020年から私メンタルヘルスでいろいろと戦ってきていて、こう外見から見たら、こうハッピーハッピーで何も、メンタルヘルス大丈夫みたいなって思われがちなんですけど、私は2000、もうそれ以上から、それ以前から、anxiety、不安症っていう、もうとにかく過剰に考えてしまう、メンタルになっていて、とにかくもう重く感じて、いろいろ考えて、過剰に考えて、常にアラート状態で動けなかったっていう経験があって、それをずっと治療してきてる人なんですけど、メンタルヘルスっていうのがやっぱり日本であまり話されていないことで、病院行くと、じゃあうつですね、みたいな。薬出します、みたいな。いや、薬出したくないです、みたいな。だから私は先生とお話しして、心の準備とか、どういったことをしたら、こういうエングザイリーと戦えれるのか、少しずつ、もう3、4年ぐらい勉強と治療してきてるんですけど、小さい時から自分を優先していないっていう時点で、自分の気持ちとか、自分が置かれている現状とか、見失っちゃうことが多くて、ついつい、仕事人間の部分もあるんですけど、仕事を注目しすぎて自分の健康とかもう体調とか全然考えないことが多くて、もう終電書いてもいいから頑張る仕事みたいな。あ、週末出勤全然しますよとか、そういう捧げてしまいすぎてパンクしちゃうっていうのが何回か繰り返しちゃっていて、一回それを起こってたら、経験って思っちゃうんですけど、何回か繰り返してたら、やっぱり何かしら自分も同じパターンなんだろうなっていう、何かのパターンをこう通ってるんだろうなって思って、結構考えて勉強して、やっぱりこういう頑張りすぎてパンクしちゃってダウンみたいな。で、ダウンの時にもう自分を一気に守らないといけないって感じてしまうから、もうバーって怒ったり喧嘩したりとかしてしまうっていうのを気づいて直さなきゃねっていうことになったんですよ。結構自分との約束が大事で、小さい時頃からかな、もうちゃんと週3自炊するとか、ちゃんと寝るとか、いろいろそういうのを考えるようにしないとなって思って、こういう頑張ってきてて、そのみんなも自分との約束を守っているかっていうのを問いかけたかったんですよね。なんていうんかな。つい最近、もう2ヶ月ぐらい最近って言っても、久しぶりに恋愛してて、もう別れたんで、この、お使いしてた人いまして、すごくいい方だったんですよ。でも、やっぱり自分を優先してなかった、その人を優先にしてしまったから、終わった後、あ、このことやるのやめたんだろうな、みたいな。このことやってないな、とか、ジム行くのやめたんだな、みたいな。仕事もちょっとここら辺欠けちゃってるな、みたいな。いろいろと感じる
ことがあって、その人が悪いとかじゃなくて、自分との約束を守らずに違う人を優先してしまったから、そこの方かけちゃったっていうだけで、勉強にはなって、自分を責めないし、自分を悪者扱いにはしないんですけど、以前はやっぱりこうなったから、あんたのせいよ、ファボ、みたいな自分で強い言葉とか傷つくことを自分に言ってたこともあるんですけど、今回は、こういうこと起こったんだね。はい。じゃあ、これから直しましょうっていうマインドになって、結構心も、辛くないっていうのがあって、だから、少しずつ自分との約束、もう小さいところでいいと思うんですよ。朝は白湯飲むとか、ちゃんとスキンケアするとか、もうそういう小さいところから自分との約束。自分はそういう小さな約束、もうジムは週1行くとか、友達とご飯行ってすっごい笑うとか、ママに週1回ぐらいは電話するとか、何かしら計画立てて行動に移して少しずつやってったら、今回のように、ブラジルのチャンネルも運営しながら、このチャンネルの動画も同時進行に撮影して、縦型の動画も撮って、で、仕事もちゃんとこなす。すごい多く感じるかもしれないんですけど、こういうお風呂上がりで、ちょっと時間ある時にちょっとお話しするとか、そういうことをできるようになったなって思って。でも、大事なのがここからで、すごくこのプロジェクト頑張りたいんですけど、パンクしたらどうしようっていうのを考えてて、第一話で話した時も、そういうやり直す部分で復習っていうのがあって、やっぱりパンクしてしまったから、前の日本語のチャンネルを発信やめたっていうのもあるんですけど、パンクしない自分、どこまで自分のリミットなのか、リミットがここだったらここで止まろうみたいな。動画で見てない方はいると思うんですけど、自分のリミットが80っていうんだったら、60の時点で、はい、やめましょうみたいな。もうパンパンになって溢れ出すまで待たずに、ちょっと余裕があるときに、はい、ちょっと休憩しときます、みたいな。60%っていうリミット自分で設けたら、じゃあ、ここまでのリミット自分が何をできるかって思ったら、やっぱり、動画を何個か、撮って編集して少しずつ、もうスケジュールしてっていうのをやってるとパンクしにくいと思うんですよ。結構前のチャンネルに変なこだわりあって、チャンネルのこの動画の最後の方が、もう20分だったら20分 .00 みたいな。もうちゃんと00なのか、端数起こらないように編集してて、何そのこだわりとか思って。で、毎週水曜日に発信するんだったら、その前日までギリギリ。もう夏休みの宿題とかも最終日にやる人なんですよ。やってた人なんですよね。だから少しずつやるっていうのが小さい時から学んでこなかったっていうか、すごく私の妹がそれがすごい上手で、自分はそういうのできてなくて、妹が私が大人になっても、妹がまだ高校生とか中学生だった時に、実家帰るたびに朝起きて、宿題の1ページだけをやって、少しずつ計画的に勉強してたのが思い出に残ってて、すげえなこいつらと思って。自分はもう本当に前日、もう休みが終わる前に終わってたんですよ。そういう少しずつ計画立てて自分との約束を守るっていうのがそこにつながるのかなって今日
密かに思ってたことなので、みんなに発信していきたかったです。では、今週の過呼吸を発表させていただきます。はい、皆さん、もう動画作るために過呼吸をめっちゃ探し出しちゃってるんですよ、最近。ダメですよ。自然に起こらないといけないことを、ちょっと無理やり、探し出している自分はいるんですけど、ついつい、気づくようになると、あ、こういうこともあったなって思うようになって、今週はですね、つい最近東京ですごい大雪だったのかな、結構雪降っちゃってて、寒かったんですよ。マイナス5度とかっていう体温ね。空気自体はマイナス1とかだったと思うんですけど、体感がマイナス5とかだったと思うんですよ。で、その日、普通に休みだったんですよ。土曜日だったのかな、土曜日だったと思うんですけど。で、まあまあ、朝起きて、寒いなぐらいの。で、その前日の日にシャワーも浴びてたから、朝はもう歯磨きだけで、もう顔洗って、友達と遊びに行ったんですよ。で、帰ってきて、水出ないなと思った。みたいな。水は出るけど、お湯が出ない。もう回っても回しても、お湯出なくて、なんでだろうとか思って。で、それ、一回起こってて、でもそんなにもう不具合なのかなって思って、まあ、その日も顔洗って寝たんですよ。もう明日シャワー浴びようと思って。あ、そう。土曜日じゃなくて日曜日でしたね。日曜日にそういう雪降ってたんで、で、帰ってきて、で、次の日に仕事行くんですけど、出社したくて、そういう出社する日としない日もあって、朝起きて6時とかに、で、シャワー浴びようと思ったら、まだお湯出なくて、あれと思って、お湯出ないと思って、給湯器壊れた凍ってるみたいな。まだ寒いから凍ってるのかなと思って。でも、ちゃんとコンロの火はつくんですよね。どうしようと思って、もう、このまま待ってたら仕事行けないから、もう冷たいままシャワー浴びたんですよ。この顔した。めっちゃ寒くて、もうバーって洗って、はい、寒い寒い寒いみたいな、もう朝からアスリートみたいな、もう冷たいシャワー浴びて仕事行って、もう髪の毛とかももう洗いたかったし、綺麗な月曜日に過ごしたかったんだけど、全然そういうのなくて、うん。そういう過呼吸エピソードでした。はい。でもその日の夜帰ってきたらちゃんとお湯出てたんで、もしかしたら、配管が、うん、凍結してたのかな、ちょっとわかんないんだけど、そういうことがありました。はい。めっちゃ過呼吸して、もうシャワー浴びたいのに、みたいな。はい。では、今日のエピソードはここで終わりにさせていただきます。皆様も自分との約束何かありましたらコメントの方に残していただいて、いいねとチャンネル登録お願いします。自分との約束を守って、また来週お会いしましょう。またね。バイ。